はい、セリカさんです。今回はハイグレードガンダムアバランチエクシアダッシュに乾燥したら透明になる蛍光塗料を塗ってトランザムを再現していきます。失敗した点や気をつけた方がいい点など、この塗料が気になっている方の参考になるように解説していきます。それでは作っていきましょう。まずは仮組みをして全体の見た目を確認します。このガンプラはアバランチエクシアダッシュと普通のアバランチエクシアとの選択式となっています。今回は全部のパーツを使いたいので、アバランチエクシアダッシュの方で組み立てていきます。仮組みの状態を確認してみましょう。細かい部分の色分けはされていなくて、足りない色は付属のシールで補います。映像のものは仮組みなのでシールは貼ってないですが、だいたい色分けされているので素組みでも十分かっこいいですね。ブラックライトを当ててどこか反応するところがあるのか確認してみます。365ナノメーターのブラックライトを使って確認してみましたが、特に反応するパーツはありませんでした。反応しない方が蛍光塗装をする場合は都合がいいので、むしろこっちの方が助かりますね。蛍光塗装の前にメタリック塗料で全塗装をしていきます。メタリック塗料を使うので、ヤスリで表面処理をして塗装後の見た目を綺麗になるようにしました。ヤスリは2000番まで使って最後にコンパウンドで仕上げました。地味な作業なので動画でも見ながらのんびり作業した方がいいです。左が元々のパーツで、右がコンパウンドまで終わったパーツです。作業後のパーツは撮影用ライトの LED がくっきり映って鏡のようになっています。めちゃくちゃ面倒な作業ですが効果はあるので、プラモ初心者にもおすすめの作業です。ヤスリ作業の後はパーツを洗浄してエアブラシで塗装していきます。ブルー系のパーツは GX メタルブルーで塗装していきました。カメラ越しだと同じような色同士なので塗装されているのか分かりにくいですが、実物だとはっきり色が変わっています。塗装後を比較するとはっきり違いが分かりますね。塗装は3回の重ね塗りをして薄くならないように塗装していきました。元のパーツより濃いめのブルーになりましたが、色がはっきりとしているのでこっちの方が好みです。レッドとイエローのパーツも同じように塗装しましたが、塗装後の比較でしか違いが分かりにくいので簡単に写しておきます。使用した塗料がどんな見た目になるのか程度に見てください。ホワイトパーツはシルバーで塗装した後にクリアホワイトを塗装して仕上げていきます。パール塗料で塗装するのもいいですが、こっちの方が金属感があるのでこの方法にしました。シルバー塗料はスターブライトジュラルミンを使いましたが、塗装するシルバーによって仕上がりが変化するのが面白い塗装方法ですね。シルバーが終わったらクリアホワイトを塗装していきます。好みの色になるまで何度も重ね塗りをして仕上げていきます。難しい点は全部のパーツの色合いを同じにしないといけない点ですね。今回はシルバーの感じを強めに残してみました。もっとクリアホワイトを塗装すれば白くなりますが、これくらいの方が見る角度によってシルバーにもホワイトにも見えて面白いです。次にエアブラシ以外でやったことを紹介します。関節や武装の一部はアクリジョンのメタルブラックで塗装しました。関節などのパーツには ABS の素材が使われているので、安全のためにアクリジョンを選択しました。小さいパーツがほとんどなので筆で簡単に塗っていきました。武装の刃の部分にはガンダムマーカーのメッキシルバーで塗装しました。あと余談ですが、実体剣の先端が丸みのある形状になっていたので、ヤスリ作業で尖らせてあります。HG なので安全性を考えたらしょうがない仕様ですね。普通の塗装が終わったらマジックルミのペイントのレッドで蛍光塗装をしていきます。この塗料は水性で匂いも少なく、その上乾燥したら透明になる面白い塗料です。あと注意点として、レッドは365ナノメーターのブラックライトじゃないとしっかり発光しないので気をつけてください。最初はエアブラシで塗装しようと思ったので、塗料を水で薄めていきます。この塗料をエアブラシでやるのが初めてだったので、どれぐらい薄めればいいのか分かりませんでした。とりあえず1対1くらいになるように薄めてから塗装をしました。塗料ができたら合計 0.3mm のエアブラシで塗装していきます。ほとんど透明で分かりにくいですが、エアブラシから塗料がしっかり出ています。そこまでは良かったのですが、この時点でパーツに塗料がついてないような感じがしてました。3回重ね塗りをしたのが右のパーツです。左の蛍光塗料で塗装していないパーツとほとんど見た目は変わりません。これがブラックライトで照らした時に問題がありました。ブラックライトを当てると確かに塗料はついているのですが、細かい水滴がついているような見た目になってしまいました。おそらくパーツが塗料を弾いたまま乾燥してこんな見た目になってしまったのでしょうね。水性なので多少は弾くとは思ってましたが、まさかここまでひどいことになるとは思ってませんでした。しょうがないのでエアブラシは諦めて筆で塗装していくことにしました。本来は軽くヤスリをかけた方がいいのですが、メタリック塗装をしている関係でやりたくありませんでした。筆でも多少弾いてる感じはありましたが、エアブラシほどひどくはなかったです。一回塗装しただけでもそこそこ発光してくれますが、筆跡がかなり目立つので、
重ね塗りは必須です。あとこの塗料は乾燥が早いので筆は水でこまめに洗った方がいいです。2回目からは下地ができた分1回目より塗装がやりやすかったです。筆跡が出ないように塗料を置いていく感じで作業していきました。塗膜が厚くなってしまいますが塗料が透明になるのでモールドが潰れる心配もないです。乾燥後を確認してみるとあれだけ塗料を塗ったのにしっかり透明になっています。見る角度によっては雑に塗ったところが見えますがほとんど気にならないです。ブラックライトを当てると筆跡はないような見た目になりましたがまだ薄いところがそこそこありました。あとは薄いところを重点的に重ね塗りを繰り返して全てのパーツを塗装していきました。なかなか難しい塗料ですがプラモなら筆塗りでやるのが安全そうです。ここからはちょっとだけ100均の道具で手を加えたので紹介します。使った道具はキャンドゥで買ったクリアオーロラシートです。見た通り虹色に反射するシートでこれをエクシアの太もも部分に貼ります。やり方は何でもいいのですが自分の場合は大体の大きさに切ったオーロラシートをシール側に貼って余分な部分をデザインナイフで切りました。オーロラシートはペラペラに薄いので簡単に切ることができます。切り終わったら太ももにシールを貼るだけです。大きささえ合わせればオーロラシートを直接パーツに貼ることもできるので好みによって使い分けできます。塗装なしで簡単に虹色にできるので使えそうなプラモがあったら買ってみてください。塗装などが終わったらあとは組み立てて完成なのですが蛍光塗料を考えなしでガンガン塗ったので接続軸がかなり太くなってしまい組み立てがやりにくかったです。スムーズに入れているように見えますが結構力ずくでねじ込んでいます。これは自分が悪いのですがこうならないように気をつけてください。それでは完成品を見てみましょう。メタリック塗装をしているので仮組みの時よりかなり雰囲気が変わりました。それに蛍光塗料が全体に塗られているのにメタリックの光沢感が損なわれていません。かなり分厚く塗装したのに全然そんな感じがしないのはすごいですね。これにブラックライトを当ててみましょう。ブラックライトを当てるとしっかり発光してくれます。蛍光塗装のところでも言いましたが365ナノメーターのブラックライトじゃないとしっかり発光しないので注意してください。アニメで見たようなトランザムの色よりはかなり濃いめのレッドになりますね。筆塗りは苦手なので塗装が甘いところがありますが得意な人ならもっと綺麗にできると思います。塗料の種類はレッド、ブルー、グリーンの3種類しかないのでもっと種類が増えると色々なガンプラに使えそうです。明るめの部屋で撮影するとブラックライトを当てたところだけ発光して見えます。普通の状態からレッドに変化するのが見ていて面白いです。カメラで撮影する人ならカメラの設定で色々と遊べそうですね。このガンプラには台座が付属しているのでこだわりがなければアクションベースを買う必要はありません。付属の台座は垂直に飾る用と前傾姿勢にする用の2種類を使い分けられるようになっています。エクシアが前傾姿勢で高速移動しているようなポージングにすることができるので簡易的なアクションベースとなっています。組み立てた後にどんな飾り方をするのか購入者のことをよく考えてくれている付属品です。最後に GN ロングブレードと GN ショートブレードを持ったエクシアを見ながらこの動画を終わりにします。ここまで見てくれてありがとうございました。今回は普通のガンプラでしたがこのチャンネルではクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。